はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、はい、まあ、オタクなら、誰しもが一度は描いたことがあるであろう、ケモ耳キャラの描き方についてを説明していきたいと思います。猫耳とか、犬耳とかそういうやつ。そうそう、動物の耳付きのキャラ。いや、まあ、何を隠そう。私も小学生の時にね、新竜伝っていうね、犬やしを丸パクリした漫画を連載してたよ、ノートにね。あったあれも、やっぱ、猫耳とか犬耳かなとか書いてた。やっぱね、書くのよ、絶対オタクは一度は人生で。しも先生の過去何年のね、昔のやつもね。そうそう、だから、まあ、すでにこれを見てる人たちもね、もうそんなの書いたことあるよって人もいっぱいいるかもしれないんだけど、まあちょっとだけ、ワンランク上の、ケモ耳が書けるようなアドバイスを今日はしたいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはですね、今ここにいるキャラに、基本的なやっぱ耳って一番最初分かりやすいのは猫耳だと思うので、猫耳を描いていきたいと思います。こうやって耳があって、こうやって耳を描くっていう。これが初心者がよくやってしまいがちな、ちょっと残念な例です。で、こっちにちょっといいなと思う理想を描いてみたいと思います。だいたい耳の形描くとこは一緒。ここまでね。ただ違うのは、ここの幅と、ここの幅が今均等なの分かる？ああ、大体ね。でも実際できたら、こういう感じで、上の方の幅を広く。で、まあ、下の方の毛を描くんだったら、こうやっていう感じで、実際はこっちの方が広く、こっちの方が狭くみたいなイメージで描いてほしいのね。中の、ここの耳の肉の部分っていうのを。こうすることでね、ケモ耳すごく立体感があって上手に見えます。なので、そこをちょっと初心者の人は意識してみてください。なるほどね。で、横向きの時もちょっと同じような感じで、横向きの、じゃあ今度猫耳描いてみたいと思います。まあ、横から見た猫耳、最初だからこうなるよね、描いてみたらね。さっきと一緒だとするとね。こういう感じでね、こういうことだよね。で、これがやっぱちょっとだから残念だなと思う例。まあ絶対ダメってことじゃないんだけど、まあちょっと残念だなと思う例です。ぜひ耳はどっちかっていうと真横よりちょっと正面、斜め正面みたいのを見てるっていうイメージだから、こういう形で取ってあげてほしいの、耳はね。で、ここにこういうふうに耳があって、ここにちょっとピピって毛が出てる。こういうイメージです。わかるかな？何かを聞いてるじゃないけどね。そうそうそう。耳を立ててるみたいな。そうそう、こういう方がよっぽどちょっとリアルな動物っぽくないです。これも意識するときは一緒で、ここがさっきのやつだとこう同じぐらいの幅感で両方描いちゃってるじゃない、ここがね。でも実際はやっぱこっちの方が広くても、こっち側が細、なんだったらこっち、横向きの時は描かないけど、ここに線が入るとしたらここが短くていいみたいなイメージ。こっちの方が広くて、奥が短くていいみたいな。イメージでやると耳の立体感。実際耳ってさ、こう平らなこうじゃなくて、こういう風になってる、なんて言えばいいかな。こうじゃなくて、こう、クッてこう形になってる。それを出しやすいと思うので、ぜひね、どんな動物の耳描く時でも、基本はこの型を意識して描いてみてほしいです。なるほどね。で、この耳の向きを意識してもらった後、まあ、よりちょっと猫耳をうまく描く方法としては、まあこれが初心者レベル1の耳だったとするじゃない。まあ大抵そうだね。俺もそうなっちゃうわ。そうして今説明の私のやつでいくと、上の耳の幅を大きくするから、これが初心者レベル2の耳。まあでもちょっとよくなる、ね。幅をね、変えるって言ってたもんね。で、次が耳の先っちょにギザギザ入れて、ピュッてやって、にこの髪の毛の付け根あたりもちょっとギザギザさせて、こんな感じにする。これが初心者レベル3の耳。それで最後にこうやってこう耳のより毛並みをねこうやって意識してもらって、細かい毛や髪の毛の付け根とかも同じような毛の流れで毛質、で耳の毛と髪の毛が一緒みたいなイメージで描いてもらった上にこの耳の付け根あるじゃない、付け根にこうギザギザしたちょっと遊び毛みたいな、なんて言えばいいの、耳毛を出してもらって描いてあげると、まあよりちょっとこう高度な、まあレベル4の猫耳みたいな感じになっていきます。よりリアルさが出てくる、ね。まあなんだったらこう柄とか描いてあげてもいいよね。こう細かいペンとかでこうやって毛のさ柄とかこう縞模様とかね。でもその時はぜひね髪の毛も一緒に同じような柄をつけてあげた方が統一感が出やすい。確かに。こんな感じ。まあこういう感じでやっていくとより高度な耳になるけど、まあまずはここからここぐらいまでが初心者は意識できたら、この本当上の方が厚くなるっていうね。で、まあ頑張れてここぐらいまでいけると本当いいんじゃないかなと思います。じゃあ次は、いろんな耳があるから。まあ動物って猫だけじゃない。
そうだね。なので、いろんな耳の描き方をざっくり教えたいと思います。じゃあ、まずはね、さっき一回やったけど、もう一回猫耳の描き方いきたいと思います。はい。で、描くときにぜひ意識してほしいのは、耳だけじゃなくて、キャラの目だったり、顔の表情だったり、もうその動物のイメージに近づけてあげると、その動物をより意識しやすいと思う。例えば猫だったら、こう、目尻を跳ね上げるとか、キャットアイだよね。こう、瞳孔をちょっとこう、縦長にしてみるとかね。ちょっと牙描くとかが猫っぽいし、まあ、元気な猫ちゃんもいるけど、どっちかっていうと猫ってクールなツーンってイメージがあると思うから、まあ、そういう表情にしてあげることがより猫キャラっぽくなるかなとは思います。猫ちゃんは一番簡単な、なんていうか、おにぎりみたいな、綺麗な三角形。まあ、それを意識して描いてあげれば、まあ、大体はね、猫耳って言われるものになるかなと思うので、大体ここの辺とここの辺が同じぐらいの長さ。こんな感じ。まあ、オーソドックス。まあ、三角の形としては、綺麗なおにぎりの三角形。こことここが大体同じぐらい。まあ、こんな形の三角を耳につけてあげると猫耳っぽいです。じゃあ次は犬耳。まあ、犬耳でも正直その柴犬みたいな耳が立ってる犬っていうのは、正直この猫耳と結構近い感じ。トイプードルみたいな。そう、トイプードルみたいな下がってる犬耳を考えてみたいと思います。なるほどね。垂れてる耳を描きたいと思います。垂れてる耳は、こういう耳がポキって先端折れてるようなイメージだから、先に折れてる部分を描きます。こんな感じで、形としてはこんな形の三角形を描いてあげれば OK。で、根元のとこだけちょっとだけ折れてるようなこう線を入れてあげると、よりちょっと折れてる耳っぽくなります。あ、本当だ。でも基本はこんな感じで OK。もうなんか耳じゃなくて髪の毛に同化してなかなか分かりづらいけどね。まあそうだね。まあこういう髪型もあってさ、ただ私ちょっとトイプードル系のこうイメージしたからちょっとクリンクリヘアにしてた。こういうのは実際の毛並みを意識するといいと思う。じゃあ次、あとね、イラスト系でよく結構みんなが描くかなと思う。キツネ。私もまあよく描くんだけど、まあちょっと日本の神社キャラだったりとか、そういう和風キャラなんかでよくね、出てくるよね。基本的には猫の耳と同じ形を描くイメージでいいんだけど、立ってるイメージだもんね。そう、ただ、形をですね、猫よりもちょっと伸ばしてあげてほしい、上の方に。ああ、なるほどね。こんな感じで。ちょっと角っぽいイメージか。そうしてあげる方がよりなんかキツネ系のキャラっぽくなります。確かに。ちょっと面長みたいなイメージあるわけですね。上にピーンみたいな感じで。それで、まあ、キツネってやっぱちょっと日本だとずる賢いみたいなイメージがあるから、まあ、そういう感じの表情だったりとか、猫よりもより釣り目にしてあげたりとか、いう表情書いてあるとよりキツネっぽくなります。確かに、ぽいぽい。まあ、それはまあ、お好みでなんだけど。なので、形のイメージとしては、猫がこの形だったとしたら、キツネはより縦に長いっていうイメージのこういう形の三角形を2個書いてあげるのが一番キツネらしくなるかなと思います。次は、これもまた結構定番で人気なんだけど、うさぎ耳。ああ、より縦長みたいなイメージだけど。まあ、より長いよね。そう、S 君の言うとおり、うさぎは長いんだけど。まあでも確かに人気っちゃ人気か。うさぎの耳は S 君がさっき言ったように長いイメージなので、まずちょっと2個書き方あります。1個は片目側いくね。そのまま言ったように長く書いていくので、こうピヨンとこう上に伸ばしてあげて、こんな感じで長い耳を書いてあげる。で、うさぎの毛ってポフポフしてるから、ツンツン毛を描くよりちょっとポフポフ毛に毛を描いてあげた方がうさぎっぽくて可愛いと思う。で、もう一個はこの長い耳をやっぱ絵にするときね、邪魔なんだよ、上の方まで出ちゃってすごく。なので、途中でね、こうやって折ってあげるパターン。ああ、よく見るかも。うさぎ耳のキャラってこういうことされてること多いと思うんだけど、こういう風に折ってあげることで、この長い耳を折ってうまく画面に収めることができるので。仮に全身描こうとしたときに、やっぱり入らないっていう。そうそう、だからこうやって途中でペコってこう折ってあげる。これの延長線バージョンみたいな。これがちょっと延長されたバージョン。みたいなイメージです。まあ、形のイメージとしては、なんて言えばいいの？柿ピーのタレみたいな。こういうの。これだったらバナナの方が近い。バナナとかね、まあ何でもいいんで、自分でしっくりするイメージがね。まあこういう形のちょっとこういうこことここが大体同じぐらいイメージなね、ものを描いてあげると、まあうさぎちゃんっぽくなるかなと思います。まあ、場合によっては、まあ耳がもう最初から垂れてるうさぎっているじゃん。こういうやつね。それの場合、この子のビヨーンって伸ばしてあげると、大体そういう感じになります。次は、今大体こう結構とんがってる系の耳とか長い耳きたので、ハムスターとか、リスみたいな。これちょっと、ちっちゃくて丸い耳みたいなのを説明したいと思います。
基本的にはこの猫耳の一緒なんだけど、猫耳は先が三角だったじゃん。それを丸っぽくしてあげるっていうイメージで描いてあげたらいいです。ああ、そんな耳か。こんな感じでね、丸っぽい形で、こんな感じで描いてあげると、ちょっとその小動物系って言えばいい。まあこういう形の動物もいっぱいいるからさ、ピコピコみたいにさせてあげたら、まあそんな感じになるかなと思います。まあイメージとしては、この三角形を丸にするイメージです。こんな感じ。丸くした上に中にこうやってちょっと線をピッて入れてあげるイメージ。こんな感じで、まあ耳かけるかなと思います。これはね、この形を応用していくと、まあ大体牛だったりとか、そういう系の動物にもできます。ちょっと流すと、先っちょが丸っぽい動物っていうのにも使えますので、ぜひ1個レパートリーとして入れといてください。じゃあ最後に羊とかヤギっていうちょっとその角ある系もいきたいと思います。角か。まあその角なんだけども、まあ角難しいけど、こっち側とこっち側でちょっと種類変えるね。まずちょっと初心者におすすめの簡単な角、こういう上向きの角。闘牛の牛みたいなやつね。こういう角を描いた後にその角の下から耳をこうやって出してあげる。ああ、そうか、角だけじゃ赤みになっちゃうもんね。こうやって下げた角。まあ、それだけでも描いてやっぱ動物の今回獣耳だからさ、ペコっていう角を耳を描いてあげる。まあ、これが一番、まず最初は描きやすくシンプルな、どっちかというとヤギ。ああ、確かに。ヤギみたいなやつね。そうそう。で、次、うねった角。これがね、ちょっと描くの難しいんだけどさ、これはなんか前ね、天使と悪魔の描き方とかでもちょっと解説してるので、よかったらそこの動画を見てね、よりそのいろんな角のね、描き方を見てほしいんだけど、こういうちょっとうねった角を描いてみて、自分なりに。こういう感じ。こういううねった角を描いた後、下にこうやってペコペコって耳を足してあげる。これそこの羊っぽいっていうかさ。ほんとだ。ね、こんな感じです。まあ、どっちでもいいんだ。どっちでもそれだから描きやすい方でやればいいけど。いいけどね、描きやすそうだけど。まあでもちょっとこっち羊どっちってこっちっぽいんだよね。ヤギはこっちっぽいかなっていう感じで、ちょっと難しいんですけど、角との組み合わせ。さっき最初から言ってるけども、今回あえて私全部目のなんとなく描き方とか表情とかも、その動物のイメージに合わせて変えてます。表情あるからこそもうあるよね。めっちゃわかりやすい。やっぱ猫っぽい、犬っぽい、狐っぽい、ウサギっぽい、ハムスターっぽい、羊っぽいみたいなね。なので、やっぱそういう表情まで合わせてやるのが、より動物擬人化じゃないけど、キャラクターとしてはいいんじゃないかなと思うので、ぜひ耳描くだけじゃなくて、表情とか目の形とかまで合わせて、その動物っぽさを追求してみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島としんと。バイバーイ。